Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは絵にはアビラ界隈発見です。それでは早速 Let's get it started 1. Noganuma Blue Base。 畑の真ん中にポツンと佇む築40年前の豚舎をリノベーションしたカフェ。いやタクシーにしちゃでかくない？その豚舎じゃないわ。豚舎やめてヤンキー用語。なんともいい雰囲気ですね。しかもここは焚き火をしながらお茶したりできちゃう非日常体験型カフェなんです。道具も全部お店にあるから手ぶらでアウトドア体験みたいな。パンを焼いたりマシュマロを焼いたり楽しそうですね。今回はスケジュールの関係で焚き火はできなかったんだけど、興味のある方はチェックしてみてみてってことで、テイク5といたしましょう。ご主人が畑から摘みたてのミントを小走りで持ってくる姿が窓から見えました。ミントの香りがフレッシュでいいですね。そんなミントの乗ったチーズケーキが史上最も爽やかなチーズケーキでした。これ美味しいねえ、すごいライトのチーズ感がいいっすね。飲める。かぼちゃマフィンはナチュラルでしっとりした口当たり、甘さ控えめだからチョコの甘さがアクセントになって美味しい。体に優しいマフィンね。長沼方面にドライブの際はぜひ立ち寄りたいナイススポットを発見。ルーローハン絶対食べに来ようねえ。夏の夕暮れ目指して焚き火もやってみたいな。虫に刺されそうだけど。そりゃ刺されるでしょう。私だけ。あなただけ。ジジイは蚊も食わねえってね。 2. Eniwa Konayuki Tong Tong。 2018年オープン、恵庭で人気のとんかつ屋さん。こちらとんかつも人気なんだけど茶漬けセットってのがあるっちゅうことでね。とんかつのお茶漬けってどんなんってね、レビュー見ても茶漬けセット頼むべしって書いてある人がいてさ。いやいいでしょうとんちゃ。なんとこちらのお店、配膳ロボットが配膳してくれます。はい、全部運んでくれちゃうんです。ドリンクも運んでるやつすごいよね。コーナーとかをさ、ウェイターみたいに角度調整して曲がってくるの。ソフトバンクのやつでしょ。びっくり。強すぎて嫌になっちゃう。ソフトバンク恐るべしね。はい、ロースカツ御膳はパン粉粗め、エコリン村で飼育された豚ちゃん。エコリ村って恵庭のびっくりドンキーの農場でしょ。そう、それが粉雪トントンさんの豚さんなの。お肉がジューシー、脂が甘いし柔らかい。日本の豚さんは美味しいね。もうイベリコ豚買う必要なんてないよね。イベリコも美味しいけどね。そういえばイベリコのとんかつって食べたことないな。そういえばそうね。探してみよう。お願い、食べたい。注文の時、お茶漬けは後にしますか、一緒にお持ちしますかって言われたの。いや、後にすればよかったね。これ出汁がぬるくなっちゃうから。なるほど。メモお茶漬けは薄めの優しいお出汁が出てきてありがとう。カツ自体が美味しいからお茶漬けにするのもったいない感あるけどありですね。とんかつ茶漬けさっぱりする。やっぱりこれはまたぜひいただきたいとんかつですわ。またやっぱり茶漬けセットいきます。Of course。 イベリコカツ丼出してる店見つけました。なんとその名も千秋庵。なんですと？東京都荒川区町屋にありました。千秋庵？千秋庵の山親父のこれ多分同姓同名なだけなんだと思われますが、絶対食べに行こう。そばうどん屋さんでね、カツカレーもあるからイベリコカツカレー特注しちゃおうかな。いいね。行こう。カミングスーン。乞うご期待。ここのカツカレーも美味しいですよ。 3. Abila Udon。 去年オープンしたアビラうどんさん、住宅街のかなりディープな立地にございました。こちらも視聴者さんからタレコミ情報をいただきましたんでね、早速こんなとこにうどん屋さんあるんですかってところでね、まあまあな急な坂登った先にございました。駐車場も結構なダートでね、皆さん止めるのに苦労されておりました。はい、皆さん美味しいものには目がないのね。オープン11時に向かうと12、3人の先客がおりまして、一巡目を逃してしまい、ティーン。でもほんと皆さんよく知ってらっしゃるねえ。
中には 2,3 組ずつしか入れないので小1時間くらい待ちましたがね。玄関入ると伝票が置かれてあるのでメニュー番号と個数を書いて先にお会計するシステムというわけで、はい、丸天ぶっかけで丸天でかすんごいっしょ。うどんも綺麗でしょ。まあそうだね、白いねうどん。当たり前でしょ、うどんだもの。程よいコシの強さでもちつる、おいしい。最初はそのまま麺をいただいて徐々に薬味レモンを絞ったりして味変しながら最後まで美味しくいただきました。丸天がかなりボリューミー、甘くてもっちり。練り物好きのおいちゃんにぜひ食べてみてほしいわ。練り物春は、はい、練り物揚げ物大好きなんです。丸天メインってことは福岡の人なのかなね、思ったけど違うみたい。丸天に夜勤を自分で押せる体験ができるのは楽しそうだったな。楽しそうだったな。なんでかグリーンは店員さんに確認されずですね、忙しいから店員さんが忘れちゃったみたいなんですよ。ありゃ、せっかく並んで待ったのに。はい、こちらの大将は北海道うどんっていう新しいジャンルを確立させたいっておっしゃってましたね。ですな。ジャンボ丸天の乗った北海道うどん、最近北海道にも美味しいうどん屋さんが増えてきてて嬉しいね。ぜひいりこだしに対抗できる北海道らしいだしのうどんが確立できるといいね。やっぱ北海道言ったら昆布じゃない？いいね。久留米のがっつり昆布だしのうどんめちゃくちゃうまかったからね。美味しかったね。エビだしのうどんってのもどうなんかね。ないよね、そういえば。なんでだろう、やろうかな。なんとありました、エビだしうどん。どこ津軽青森にありました。いいね、行こう行こう。カミングスーン。乞うご期待。来月行けんじゃないかな。そっか。4. Abila Michino Aki Abila Dagoichi Station。 アビラといえばデゴイチステーション、飯旅では何度もご紹介しておりますが、このゾーンに来ると必ず立ち寄るデゴイチステーション。週末はいつもにぎわってますね。地元の野菜も安く買えるし、猿も来てるし、みんな来てる。今年はロイシーコーンに間に合わず、朝日メロンソフト。さっぱりしたアイスとジェラートの中間みたいな食感。甘すぎずミルク感も強くないから喉が渇かなくて美味しいわ。デゴイチステーションのソフトはやっぱりナチュラルでいいですね。家用に買って帰ったトウモロコシを早速グリーンが茹でてくれてね、美味しかった。甘くて粒も大きくてびっしり詰まってた。食べ応えあったね。朝日メロンは食べ頃の時期を記載してくれてるのがありがたい。そういえばコメントでアビラの道の駅にいましたかって声かけようか迷いましたって書いてくれてた視聴者さんいたね。そうそう、いました電車の前で芸やってました。いや、猿回しじゃないわ。我々道の駅関係はうろうろしてますからね。今度見かけたら気軽に声かけてくださいね。いや、猿じゃねえし。5. ニューヨーク Abila Cho Nukumali no Yu。 アビラ町にありますぬくもりの湯さん、道の駅から車で3分と激近、なんとも立派な建物で驚きです。本当ですね。今までタイミングが合わなくってスルーしてた浴場なんですが、アビラにはしょっちゅう来てるんですが。そうあるのはしてたんだけどね。今回初ニューヨークです。週末だからお子ちゃまも結構いたね。近くにキャンプ場もあるしね。こちらドライサウナではなくバイタルサウナっていうスチームサウナが結構良かったですね。45度ぐらいかな。14、15人サイズ。スチーム具合がちょうどいい感じでゆっくり汗をかける。汗たくなるにはちょっと時間かかるけどね。水風呂は17度ぐらいの 3,4 人サイズ。超コンパクトな作りだけど必要なものは一通り揃ってます。ただ汗かいてんのか分かりづらいけど気持ちよかですたい。湿度バリ高だからね。それからここお気に入りで来てるおばちゃんがいてね、車で来るけど鹿怖いよねって話してたの。だからさ、車に鹿笛押し付けれるよっつうのを教えてあげたの。知らなかったんだ。でもね、効果あるかは分かんないけどそうだね。でも
ちょっと最近鹿が出ないねって言ってたのは、鹿の数が減ってんのかと思ったけど、実は鹿笛が効果あるのかもね。忘れてたけど。ああ、確かにあんのかもしれないね。だって帯広から札幌に帰る途中にね、鹿に一頭も出会わねえなんてさ、ないよね。歴史上ないよね。うじょうじょいるもんね。6. Today's katsu curry. Megumi no Kissa Orange. JR めぐみの駅前の昔ながらの喫茶店。視聴者さんから美味しいカツカレー情報を複数いただきましたんでね。はい、やってきました。カツカレーが美味しいと聞けばどこへでもおじさんです。いや、懐かしい感じですね。昭和の喫茶店っぽい感じがです。ランチピークは過ぎた2時ぐらいだったんだけど、次から次へと人が集まってきて混んでましたね。地元じゃ人気のお店のようです。マダムにレディース、休日の父さん母さん、一人の女性客もバラエティに富んだ人々が集まっておりました。周りの兄さんたちはこぞってハンバーグ定食だ。ハンバーグがうまいのかいと思ったんだけども、着席前にすでにカツカレーください発動しておりましたんでね。また Like always。 Like always. 他にもサンドイッチからうどん雑炊まで網羅したメニュー、どれも食べてみたい献立のオンパレードでございました。サラダ味噌汁付きだ。はい、ちょっと値段はするんですが、サラダ味噌汁付きってのはでしょ。美味しいバランスの取れたトロトルにとんかつは結構な厚み清し、100万オーバーぐらいかな。味のバランスがいいですね。安心して舌を任せられる味。よかったね。しょっぺくねってことね。そうそう、多分ここの料理はみんな美味しいね。この味のバランス、腕利きのシェフだ。だから昼時じゃなくても皆さんいらっしゃってんのね。いらっしゃってんのね。略しただけでしょ。ちっちゃい「つ」を略しただけ。オレンジってさ、みかんのオレンジじゃなくて、オレンジに点々でオレンジなんだよね。なんか浜ちゃんごねた番組思い出すわ。小樽でみかんってラーメン屋探しまくった企画ね。そう、浜ちゃんの記憶がみかんって店なのに、なぜにかオレンジに変換されちゃっててね。そりゃオレンジっていうラーメン屋は小樽にはないわね。ない。ここもあれじゃないですか、ダジャレネーム系じゃないですか。オレンジにもなんか意味があるのかな、それとも完全にオレンジさ来てまんまけみたいななまってる感じなのかな。なんてオレンジさ来てまんまけOrange Sakita Manmar Care. 7. Iniwa Bakery Bob George. 江別恵庭線旧36号線ね、沿いにありますボブジョージさん。ボブがどなたなのかは存じませんが、ひょっとするとオーナーさんプリンスのファンなのかもしれませんね。ボブジョージってプリンスのメンバー？ボブジョージって曲が確かあったと思うんだよね。タクヤンちの犬もボブジョージって名前だったけど。身内ネタはやめなさい。こちらのボブクロソフトっていうのが気になりましてね。だけど出迎えてくださったのはジェームス・ブラウン師匠でした。チャッ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 。やろっぱ。ボブクロソフトが売り切れチーンってことで、はい、ガリバーソフト。でかすぎちゃん。でか。ボブさんで人気のクロワッサンにソフトクリーム乗っけちゃいましたってやつがボブクロなんだけど、そのでっかい版、バカでかいクロワッサン、ガリバークロワッサンにソフトクリーム乗っけちゃいましたってやつ。なんともアメリカンな発想。でもこういうぶっ飛んだの好きだね。ねえ、さっぱりソフトクリームで程よい甘さに塩気ややつよめのクロワッチャン。甘いしょっぱいの無限ループがオールインワンで実現してしまった商品ですな、これは。確かに最高じゃねえかね。ママと一緒に買い物に来てた僕ちゃんが、ここのクリームパンはすんごい美味しいんだよって妹に熱く語ってたのを盗み聞きしてちゃっかり購入。子供は嘘つかないからね。これはみんな好きなクリームパンだ。素朴で懐かしい味がする。カスタードが甘すぎなくていいわ。これは僕ちゃん教えてくれてありがとうね。そういえばクロワッサンって黒岩さんが考えたって知ってた？日本人なわけない絶対。そうなの？騙された。クソ。8. Megami no Ramen Kochi.
美味しいタレコミ、視聴者さんからいただきましてやってまいりました。人気のラーメン屋さん。日曜日ということもありの行列になっちゃってたので、前倒しオープンしてたみたいね。はい。開店の時刻には完全に満席になっておりました。老若男女、特に年配の方が多いので期待が高まりますね。本当に年齢層が高め。ラーメン屋とは思えぬ客層が押し寄せらっしゃる。ね、まるで老舗蕎麦屋さんのような客層でございます。皆さん味噌を食べらっしゃるんですね。すごいそれ気になったんですが、パイセンのレビュー読んでたらカレーラーメンの評価がすごい高かったんで、まずはそっから実食。あれ、四角いぞ。本当だ。初めての経験、四角いラーメンは。ねえ、スパイシーカレーラーメンというちょっと変わり種なんでね、丼も個性的でございます。これが結構オツでございましたね。ほら、カレーもカレーラーメンもおいちゃんシャバ像じゃないですか。これはシャバいカレーラーメン、室蘭のカレーラーメンに近いかな、西野かな。あら、いいわね。塩ラーメンにカレーとスパイスフレーバーが加わったようなニュアンスの味で、全くとろみはない感じ。そっけないほどサラサラなんで、ストレート麺だともうちょっと絡んでほしいなぐらいのスッキリ感。小ライスサービスっていうのが嬉しいサービスですね。2位なんだけど、いりますって聞かれるので、もちろんカレーラーメンなので Yes, I'll have it! Yes, I'll have it. メインのラーメンは830円小、丼は小さいけど嬉しいプライスですね。じいちゃんが息子ファミリー孫まで連れて大勢で日曜日にラーメンってのはなんとも微笑ましい光景。こういう光景が日本中で見られるようになるといいのにな。本当だね。これは味噌もキンキンにやっつけにほにゃだね。私は醤油だね。そういうこと。Jikano Meshitabiwa. Gachi de Mata Tabathai. Saparo Kitago Kaiwai Death. O Tano Shimi ni. See you soon. ね、いや今回お風呂入っててさ、なんか幼稚園ぐらいの男の子が、お母さんおばあちゃんと3人で来てたみたいなね。で、ほらお母さんゆっくり洗いたいからおばあちゃんがちょっとその間こう一緒にお風呂入ったりとかしてたのね。はい。でおばあちゃんがおばあちゃんと露天風呂からこう水風呂の方に来て、温まって暑いからちょっと水風呂おばあちゃん入るからっつって、で僕も入るっつって一緒になって入ってきたの。冷てーとか言いながらはあ気持ちいいっつって入ってて、その男の子が急に金玉なくなったーっつって急に叫び出したのね。初めての水風呂だったのかな。多分そうなんじゃない。確かになくなったと思う。その瞬間大爆笑なんだけどキュッてなるわね。これはね男にしかわからないかもしれない。初めてのキューだったんだね。なくなったと思うんだよあれはね。さ、そのおばあちゃんもしゃれてるっていうかさ、もうあれ大変っつって、ちょっと病院行かなきゃっつってそしたら病院っていう単語にビビったんだろうね。病院嫌いだからね、子供って嫌いじゃん。注射打たれると思ってね。ではっって顔してさ、大丈夫大丈夫ばあちゃんあったよーっつってペローンってちっちゃいムササビくんがムササビくん状態で見せてて、そうでしょうそうでしょう。もうそれでまたもう大爆笑。いいね。いやー面白いと思って、なくならないように握ってなさいって言われてあ今度掴んでなさいっつって今度教えてあげようっていう楽しい週末でした。楽しいね。可愛かった。